はいどうも、あきみです。はい、今回もですね、ラーの歴春流。このカードを何のデッキで使えないかなって。なんか日本語おかしかったですね。何のデッキだったら他に月光神以外で使えるかなって思っていろいろ考えたんですけど、前回、前々回とかで動画出した月光神、一旦でゴッドブレイズキャノン、合一、イニシエの呪文と、ゴッドフェニックスですね。これにつなげる風に展開紹介したんですけど、今回の紹介するやつは、ちょっと合一とゴッドフェニックスは、その手札と相手の動きとか、先行だった場合、その手札によって、これを持ってくるか持ってこないかで調整して戦うデッキとして、組み上げました。イニシエの呪文とガーディアンスライムとかゴッドブレイズキャノンは、基本的には持ってこれるように一応このテンプレのここを目指したいっていうとこはこの3枚プラスガーディアンスライムですねは使いますので、それで何のデッキベースにしようかなと思ったんですけど、結構パラディオンが前からずっと好きだったんで、デッキもあるんですけど、それにプラスしたら結構面白い展開ができるのではないかなと、いろいろ考案して考えましたので、結構パラディオン好きって微妙だと思うんですけど、皆さんはこの真珠のパラディオン、クリッターからサーチ要因みたいな、それしか知らないとかっていう方も多分いると思うんですよね。パラディオンは他のカードがあると。知ってたアークロードパラディオンとかですかね。ジャックナイツアストラムとか。ここら辺しか、なんかあまり認知度がないのかなっていうイメージもあったんで、ここはちょっとラーの力を借りて、面白いテーマだよという。ちょっとリンクテーマなんで、今時代がちょっとずれたんで、微妙なところもあるんですけど、結構面白いカテゴリーだと思うんで、それをベースとしてラーの抑止流をいかに出して盤面を作るかっていうデッキを紹介したいなと思います。はい。では初手なんですけど、先ほど言ったこの真珠と天球ですね。このモンスターではないといけないというわけではないんですけど、僕がちょっと理想とする盤面に行くには、この手札が一番理想かなと思うので、ガーディアン絶対、ないといけないんですけど、ない場合も、一応、もしかしたら、動画が長くならなければ、ちょっとそちらも紹介したいなと思うんで、もしかしたら次の動画で、そのない場合を紹介するかもしれないんですけど、今回はこの3枚があった場合どうするかっていう風に、やっていけたらなと思います。はい。では、天球のパラディオンを召喚します。天球1体でリンクマーカーにセットで、マギアスパラディオンをリンク召喚。で、こういう効果で、リンク先に特召喚します。で、マギアスの効果ですね。マギアスの効果で、静止のパラディオンを手札に加えます。で、チューナーを含むモンスター2体でリンク召喚。クリストロンハリファイバーをリンク召喚します。で、ハリファイバー効果発動で、レッドローズドラゴンを特殊召喚。その後、リンク先に精神を特殊召喚します。で、精神の効果でリンク先に特殊召喚したら発動します。墓地からパラディオンモンスターというか、カードですね。サルベージできるので、天球をサルベージして、またリンク先に特殊召喚します。で、2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。またホースストリックスをエクシーズ召喚して、そのまま効果発動で。素材は何でもいいです。切って発動。レベル4闇超獣族、シンギングレニアスを手札に加えて、エクシーズがいるので、そのまま特殊召喚。で、2体のモンスターでリンクマーカーにセット。サーキットコンバイン、ワイズストリックス。では、出た時、ワイズストリックスの効果で、聖のゼピロスを特殊召喚します。で、クリストロンハリファイバー1体でリンク召喚。リンクロスを召喚します。で、リンクロスを
効果で、ハリファイバーのマーカー分、2体のリンクトークンを特殊召喚。で、レッドローズとレベル1のモンスター2体でシンクロ召喚。ガーデンローズメイデンをシンクロ召喚します。で、ガーデンローズメイデン効果1、チェーン1、チェーン2レッドローズで、植物シンクロに素材になったので、ホワイトローズを特殊召喚して、ここはフローズンローズですね。手札に加えます。で、ガーデンの効果解決でブラックガーデンを手札に加えます。で、2体のモンスターでエクシズ召喚。2体目のホースストリックスをエクシズ召喚し、効果発動。ここは一応ゼピロスと先に切ってください。で、再び闇鳥獣、ザイヤのクリスを手札に加えます。で、その後、ワイズストリックスの効果発動、エクシズモンスター、レイドラプターズエクシズモンスターの効果発動したので、強制効果でソウルシェイプホースを、ランクアップマジックは何でも大丈夫です。セットします。で、ブラックガーデンですね。ブラックガーデンを発動。ガーデンとフォースストリックスですね。このモンスター2体。闇属性2体で、種族属性どちらかが同じのユニオンキャリアをリンク召喚。その時ブラックガーデンの効果発動するので、相手に、攻守800のレベル2、ローズトークンを特召喚されます。で、ユニオンキャリアの攻撃力が半分になって500になります。で、墓地のゼピロスの効果発動。ブラックガーデンを手札に戻して発動。このカードを特殊召喚します。で、その後400バーンを受けるので、ガーデンスライムの効果が発動。このカードを特殊召喚。で、そのまま、ガーデンを発動します。で、ガーデンの効果発動。フィールド上の植物属モンスターをすべて破壊し、そのモンスターと同じ攻撃力のモンスターを墓地から特殊召喚。対象は、真珠のパラディオン。ブラックガーデンも割れます。特殊召喚します。で、ユニオンキャリアの効果発動します。ユニオンキャリアの対象は、ワイズストリックスか、ゼピロス、闇属性なら、何でも大丈夫です。デッキからクリッターを装備します。今回はじゃあ、ワイズストリックスに装備しましょう。で、ユニオンキャリア1体を墓地に送り発動。フローズンロアーズ。闇属性じゃなくて植物属以外を墓地に送って発動したので、デッキから植物属モンスターを手札に加えることができるので、立花星プリムですね。このカードを手札に加えます。はい。それから、ワイズストリックスですね。ワイズストリックスとリンクロス。このモンスター2体でリンク召喚。カード名が異なる交換モンスター2体で黒シープをこちらにリンク召喚します。で、装備カードとしてあるクリッターが外れるので効果発動。デッキからですね、ここはちょっとお好みなんですけども、ジターに構える違うパラディオンとか、リリースを要因というかリリースして除去したいサタンクロースとか、無難に何でも言うはずですね。ここは一応、春うららとして、このカードを手札に加えます。で、ここでソウルシェイプホースを発動します。墓地のレイドラプターズエクシズモンスターを蘇生して、そのモンスターの2つ高いランクの永遠の宿女ベアトリーテをエクシズ召喚でライフが半分になります。で、ベアトリーテの効果発動。このカードの素材を切って、ボルカニックロケットですね。このカードをデッキから墓地に送ります。はい。その後、黒シープではなく、ガーディアンスライムですね。このカードをリリースして、
ゴッドスライムを特殊召喚。で、プリムですね。プリムの効果発動にチェーンして、ゴッドスライムですね。このカードの効果発動します。できればゴッドスライムと、が1位、2位がいいかなと思います。プリムの効果解決で特殊召喚。フィールド上のモンスターがリリースされた時に、このカードを手札から特殊召喚することができます。で、ガーディアンの効果解決で、ラーの翼神竜が記載されたカードを、イニシエの呪文ですね。このカードを手札に加えます。で、プリムと真珠のパラディオン、レベル7シンクロですね。ここで、サイバースクワンタムドラゴンをシンクロ召喚。この時に効果発動します。黒シープ。フィールド上の、マーカー先ですね。マーカー先に特召喚された時、マーカー先にいる分だけ発動することができるので、シンクロと融合なんで、フィールド上のモンスターの攻撃力を700ポイントアップし、墓地からレベル4以下のモンスターを特殊召喚することができるので、ここは、ロケットですね。で、その後、ロケットの効果解決、効果発動。ブレイズキャノンカード。ゴッドブレイズキャノンを手札に加えます。で、ここは、ロケットと黒シープですね。このモンスター2体でリンク召喚。リンクモンスターを含む交換モンスター2体以上でアークロードパラディオンをリンク召喚します。で、ザイアのクリスをゼピロスがいるので手札から特殊召喚。そこで、イニシエの呪文を発動。デッキからラーの翼神竜を手札に加えてアドバンス召喚権を付与します。その後、イニシエの呪文効果発動。このカードをゲームから取り除いて、このターン、ラーの翼神竜を召喚する場合、生贄の素材となったモンスターの攻撃力の合計分の数値に元々の攻撃力が決定します。決定しますってなんか。ってことで、クリス、ゼピロス、ベアトリーチェ、この3体のモンスターを生贄に捧げ、ラーの翼神竜を起動させます。で、この時、数値がですね、ベアトリーチェ、ゼピロス、クリスなんで、1900、1600、2500なので、ちょうど6000ですかね。6000ですね。6000ポイントとなります。で、アークロードパラディオンの攻撃力がリンク先のモンスターの元々の攻撃力なんで、黒シープでアップした700は加算されないので、ここはちょっと注意してください。なので2500と3000ですね。7500のアークロードパラディオン。なおかつ、墓地に真珠がいるので、1回破壊耐性があります。プラス、ゴッドブレイズキャノンをセットして、ハルウララを構えつつ、相手ターンに返すと。これが、パラディオン、ゴッドパラディオンの展開。ワンパターンですね。これができれば一番いいかなっていうところですね。で、プラス3枚確定でやってるんで、2枚札があると思うんで、そこで他のパラディオンとか、特召喚、使用しない110とかですね。そのカードたちが、これとか、マギアスじゃなくて、マキオですね。このカードがあった場合は、ここをあえてシンクロここに出して、ベアトリーチェここに出すとか、真珠がここにいると思うんですけど、先にシンクロしてしまってから、ベアトリーチェをここに出すとかっていう風に変えれば、開くと思うんで、そのサイドに、これを、ロケットの起動ですね。ロケットの起動して、ここに出して、で、最後に、マギアスなり、110、もしくは、聖艦ですね。聖艦とか、持ってれば、クローラパラディオンなどを、リンク素材じゃなくて、リンク先に構えておくだけで、アークロードの無効効果が、起動状態になるので、いつでも無効。プラス、これだった場合は、好きな、これとか、これですね。このカード手札に加えるんで、時ターンで繋げやすくなったりとか、パラレルエクシード。このカード相性が結構抜群。リンクデッキとかには何でも結構使い道があると思うんで、
これ入れれば、その、フォースストリクスを楽々できたりとか、アポロウーサーを最後に立てるとか、そういう風にもできると思うんで、かなり、その手札2枚でかなり変わると思うんで、初手プラスもう1枚、この違うパラディオンがいるだけで、これは確定するので、一回その、レグレックスパラディオンを踏むことで、同じ展開ができるので、このハリファイバーに行く前ですね。真珠を特殊召喚する前に、違うやつを出して、なってから真珠、こいつと真珠で、ハリファイバーになることで、これを構えた状態でできるので、かなり、安定度はなかなかあると思うんで、ガーディアンですね。ガーディアンがない場合は、ちょっと時間が結構長くなってしまったんで、今回は省きますけど、ない場合はリンク召喚ではなく、ユニオンキャリアですね。ユニオンキャリアで、クリッターではなく、真珠にガーディアンスライムを装備してっていう風にするだけでかなり変わってくるので、まあ、ゴッドスライムとか呼べなくなるんで、黒シープの墓地から特殊ができなくなるんで、多分ロケットも持ってなかったら厳しくなるので、その場合は、もう割り切って、ゴッドフェニックスをゼピロスじゃなくて、ベアトリーチェの効果で落としつつ、最終盤面は多分、アストラムですね。アストラムと、こういう盤面になるかなと思います。こういう感じですね。これでも攻撃ロックが入ってるんで、1回耐性の攻撃ロック、対象取れない状態は作れるので、それだと持ってないとプラス3枚ですね。3枚プラスうららですね。で、時短帰ってこれば、4枚スタートから、うらら打ったら3枚ですね。結構手札はちょっと余るんで、その分、プラス、さっき言ったクローラーパラディオンとか、まあ、ゴトブレズキャノンを直引きしてれば、51とか、そういう風に分けていただければ、なかなかいいかなと思うんで、結構事故率はそこまでないですね。そこまでというか、ほぼないんじゃないですかね。まあ確かにロケットとなんかブレイズキャノンとこれ引いたとかなったらさすがにちょっときついですけど、まあそこは割り切って、次のセットでっていう風にしていただけたらなと思います。まあエクストラちょっとこれカツカツなんですけど、アストラムをやめてアポロウーサとか、ゴッドブレイズキャノンいらないよとか、そういう風になるんだったら、その、インフィニティ、サイバードラゴンインフィニティにしていただくだけでも1妨害増えるので、まあドミニオンとかも頑張れば出せるので、狙ってみたい方はいいかもしれませんね。まあメガトンゲールとか、エクシーズが並べれるので、4体じゃないな、3体なので、ガガガガマジシャンとかも踏めれば、メガトンゲールはたやすく出せますので、採用価値はあるかなと思います。でも僕はちょっとここら辺は、まあ、この盤面になるために、諦めました。そこは皆さんいろいろ考えて、すごい展開が、できるのかなと思うんで、人それぞれのラーデッキがあると思うんで、いろんな、ラーの一つとして、この参考にしていただけたらなと思います。はい、この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。Twitter もやってますんで、概要欄にリンク先、ラーを使用したデュエル動画も、まあ、ゴトブレズキャノンはちょっと、効果判明前だったんで使用してないんですけど、後々発売するホッシルのジムクロコダイルクックの化石との戦い、まあ、もあるんで、ぜひ見ていただけたらなと思います。